こんにちは。今回のテーマはフリーキャドの高速です。当チャンネルでは高速という単語は使わずにグリッドスナップをメインとして解説することが多いです。ですが、設計の考え方として重要な概念ですので、高速によって何ができるようになるのかを焦点に解説します。今回はドライバー立てを作ります。右側は丸い穴を開けてドライバーを差し込んでいます。左側はニッパーを収納する L 字型の構造です。見た目はシンプルですが、位置をどう決めるか、どこを固定してどこを変えられるようにするか、設計の考え方を学びましょう。ここでフリーキャドの高速について最初に少しだけ整理しておきます。高速には形を決める駆動高速と形を読み取るだけの参照高速があります。ほとんどの場合、駆動高速を使うことになると思います。フリーキャドには駆動高速と参照高速というものがあるとだけ知っておけば OK です。参照高速は読み取り専用のようなイメージだと思ってください。細かい説明は割愛します。さて、スケッチには大きく分けて2つの高速があります。形を整えるための幾何高速、そしてサイズを決めるための寸法高速。この2つを組み合わせることでスケッチの形が決まっていきます。そして全ての点や線がもう動かない状態になった時、フリーキャドでは完全高速と表示されます。これはスケッチとして形が確定したという意味です。ただし、完全高速が正解というわけではありません。どこを固定してどこを変えられるようにするか、その設計の意図が大事になります。背景に最低限知っておくべき高速の一覧を表示します。必要であれば一時停止してご覧ください。今回はこの高速の考え方を実際のモデルを作りながら学んでいきます。それでは早速始めます。すでにボディを追加していますので、スケッチから始めましょう。では、横から見た状態でスケッチを作成します。YZ 平面を選択します。今回はグリッドスナップは使いません。画面赤枠のスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドにスナップのチェックボックスをオフにしてください。ポリラインで L 字の形を適当に描いて高速で整えていきます。それではポリラインアイコンをクリックしてください。画面のようにポリラインで適当に L 字型になるように描いてみてください。一番最後は必ず視点に合わせてください。視点でクリックすると自動的に視点の点にスナップしてくっつきます。では、ここから高速を適用していきます。高速の基本として、まず最初にやることは、原点が基準になるように、スケッチを固定することです。原点を基準にすると、後からスケッチを修正しても、位置がずれにくくなって、モデル全体の安定性が上がります。これは、フリーキャドに限らず、一般的なキャドで共通する、基本の考え方です。ここでは、L 字型の底辺を、原点を中心に、左右対称になるようにします。ではまず、底辺の左端の点を選択します。次に、右端の点をコントロールキーを押しながら選択します。最後に、コントロールキーを押しながら原点を選択します。この3点を選択した状態で、対象高速アイコンをクリックします。ちなみに、最後の1点が中心点で対象の基準になります。必ず、原点を最後に選択してください。これで L 字の底辺エッジが原点を中心として固定されました。次に行うことは適当に描いた L 字の形状を水平や垂直の形に整えることです。画面では L 字の上辺が斜めになっているので水平にします。上辺を選択してください。水平高速アイコンをクリックします。斜めの線が水平になりました。同様に縦の線も斜めになっているので選択してください。垂直高速アイコンをクリックしてください。これでガタガタに歪んでいた L 字の形状が綺麗な水平、垂直の形状に整いました。ここまでの高速を幾何高速と言います。次に線の長さや高さのサイズを指定する寸法高速を行います。画面の通り L 字の縦線を選択してください。続いて垂直寸法アイコンをクリックします。ここでは長さを 80mm と入力します。これで線の長さを数値で固定することができました。
では背景の通りその他の線の長さも高速で設定していきましょう。さてここで重要なのは適当にサイズを入力しているわけではないという点です。例えばニッパーは突然サイズが大きくなったり小さくなったりすることはありませんのでサイズを固定します。ですがドライバーは例えば本数が変わるなど後でサイズを変える可能性があります。そのためドライバーを置く部分のサイズは寸法で固定しないように設計します。高速の基本的な順番としてはまず幾何高速で形を整えます。次に正確なサイズが決まっている部分に寸法高速でサイズを設定するという流れを意識してみてください。さて現在完全高速という文字が表示されています。完全高速とはスケッチ単体として形が確定した状態です。ただし設計全体としてどこまで固定するかは別の話です。このあたりの完全高速の話は後ほど説明します。ではスケッチを閉じてください。このスケッチを押し出して立体にします。ハットアイコンをクリックします。長さを 22mm に設定して押し出します。これで L 字型の土台となる形状ができました。続いてドライバーを差し込む穴を作ります。画面の通り L 字型の上面部分を選択してください。スケッチアイコンをクリックします。さてここでドライバーを刺す穴の円を画面に表示している長方形部分のど真ん中に描きたいと思います。円の中心位置は距離で設定しないで幾何高速を使って配置します。距離で位置を決めると後から長さを変えた時にズレが発生しやすく設計変更に弱いモデルになるためです。ではまず長方形の形状を取得します。外部投影を使って長方形の対角点2点を取得します。外部投影アイコンをクリックしてください。まずは1点目をクリック。紫色の点として取得できます。続いて2点目をクリック。長方形の対角2点を取得できました。続いて円を1つ適当な場所に描きます。円アイコンをクリックしてください。適当な位置に描きます。ここでは直径を 18.5mm と設定します。この円を先ほどの長方形の中央に配置します。長方形の対角2点を選択した後、円の中心を選択して対称高速をかけると点対称になります。コントロールキーを押しながら外部投影で取得した1つ目の点を選択してください。続いて2つ目の点を選択します。最後に円の中心点を選択します。対称高速アイコンをクリックしてください。これで円がぴったり真ん中に配置されました。このように距離で無理やり位置を固定しなくても幾何高速で位置を決めることができます。ここでやっていることは数値で位置を決めるのではなく点対称という関係で位置を決めているということです。これが高速の大きな特徴で位置を全て距離だけで固定すると後から設計変更しづらくなる場合があります。ではスケッチを閉じてこの円を使って穴を開けます。ポケットアイコンをクリックしてください。長さを 28mm に設定します。続いて直線上パターンアイコンをクリックします。長さや回数を指定して穴を並べます。直線上パターンの使い方に関しては別動画で解説しておりますのでそちらをご参照ください。ここでは早送りで進めます。これでドライバーを差し込む穴が完成しました。ではここでドライバー縦のサイズを変更してみます。最初に作った L 字のスケッチを開いてください。底辺の長さを変更してみましょう。長さを 180mm から 250mm に変更してみます。スケッチを閉じて結果を見てみましょう。ドライバーの穴の並びは維持されたまま両側のスペースだけが広がっています。もし円の中心を左端から 100mm と数値で決めていたら全体の幅を広げた時に穴が左に寄ってしまいますよね。ですが幾何高速で真ん中と決めていれば幅を変えても勝手に真ん中に配置されます。グリッドスナップだけで設計していたらこのようなサイズ変更は難しかった部分です。ここで重要なのは全てのサイズが変わるわけではなくあえて寸法を固定していないドライバー縦の部分だけ変更されている点です。つまりどこを変えてよくてどこを変えてはいけないかというのを決めているのが高速です。高速は
形を固定するためのものではなく、どう変えるか変えないかを決めるルールだという点です。これは後から設計変更するときに特に重要になります。この感覚が高速を使う上で一番重要なポイントです。続いて左側のニッパーを入れる穴を作ります。上面を選択してスケッチアイコンをクリックします。上面の外角を外部投影でストックします。構築ジオメトリアイコンをクリックして補助線モードにします。次に外部投影アイコンをクリックしてください。ニッパー入れの上面をクリックしてください。一撃で上面の輪郭が補助線として描画されました。では構築ジオメトリアイコンをクリックして実線モードに戻します。四角形アイコンをクリックします。画面のように長方形を適当に描いてください。サイズも気にしなくて構いません。長方形の図形を描きましたので、最初から長方形の拡張点は1拘束されています。また角エッジも水平、垂直となるように平行拘束が適用されています。あとは寸法拘束で位置を固定していきます。コントロールキーを押しながら外枠の1点を選択、長方形の1点を選択、水平寸法アイコンをクリック、長さを 2mm に設定します。もう一度コントロールキーを押しながら外枠の点を選択、長方形の1点を選択、垂直寸法アイコンをクリック、長さを 2mm。 これで長方形の1点を固定できました。対角の点も同じように水平、垂直寸法拘束を行います。操作は全く同じですので説明は割愛します。はい、これで長方形が完全に固定されました。タスク欄に完全拘束と表示されています。ここでちょっと余計な拘束を入れてみましょう。長方形なので両辺の2辺は同じ長さです。両方の辺を選択して同じ長さ、つまり統治拘束を適用してみましょう。線がオレンジ色になって冗長な拘束と表示されています。このようにすでに現状の拘束で十分なのにさらに変な条件を追加した場合、冗長な拘束や過拘束と表示されます。例えばこの場合、両方の辺の長さは同じだと決まっているのにさらに同じ長さにするように指定したため冗長な拘束と判断されたわけです。ちなみに冗長な拘束はオレンジ色で過拘束は赤色で表示されます。どちらも拘束を入れすぎているという警告だと思ってください。いずれにせよ不要な拘束を削除することで解決します。例えば画面の通り冗長な拘束と書いてある横に青色で数字が表示されています。この数字をクリックしてください。エラーとなっている拘束が選択されますのでデリートキーで削除してください。はい、元の緑色の状態に戻りました。完全拘束と表示されてますね。ここで重要なのは拘束は多ければいいわけではないということです。最低限必要な分だけ拘束を適用するというのが基本になります。ではニッパーを入れる穴を開けましょう。ポケットアイコンをクリックしてください。長さを 78mm に設定します。これで完成です。ここでよくある疑問について触れておきます。完全拘束は必須なのかという話です。結論から言うと完全拘束は常に必要というわけではありません。例えば今回のようにサイズや位置が完全に決まっている場合は形状や設計意図が完結しているという意味で完全拘束にする方が自然です。一方で後から変更したい部分や他の形状に合わせて変形する部分についてはあえて自由度を残した方が良い場合もあります。今回のモデルの場合ニッパーの部分は固定していますがドライバーの配置に関わる部分は可変になるように設計しています。サイズは変更できるような設計ですが設計自体は完結しているので完全拘束としています。つまりちゃんと設計として完結した時に完全拘束にする。設計段階や変更の余地がある場合は決まっているところを固定する。変更したくない部分をちゃんと決めるという考え方が重要になります。大事なのは設計意図が守られているかどうかであって完全拘束という状態そのものが目的ではありません。あくまで完全拘束にするかしないかは設計次第です。今回は拘束について説明しました。まずは機
化高速で形や位置を整えて、寸法高速で完全に決まっているサイズを設定するという流れになります。高速とは形を固定するためのものではなく、形が勝手に変わらないようにするためのルールです。高速が足りないと形がずれる。高速の設定がおかしいと冗長な高速や過高速になる。完全高速が必ずしも正解ではない。この高速の考え方を理解できれば、単に形を作るだけでなく、意図した通りに変化するモデルを設計できるようになります。これが高速を使った設計の基本になります。それでは今回のフリーCAD入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。